皆さんこんばんは。ミスタービヨンドです。皆さんは宇宙が実際にどれくらい広いのかを考えたことはありますか？きっと大半の人は普段考えることではないので、なんとなく広いというイメージしか持っていないのかなと思います。最近、ようやく個人的に納得のいく宇宙の大きさを疑似体験する比喩表現が分かったので、本日はそれを用いて宇宙の大きさを一緒に体感してみたいと思います。まず、宇宙の大きさを体感する場合、よく挙げられる比喩表現が、もしも地球が 1mm であったらというものです。1mm は1センチの10分の1ということもあり、非常にイメージしやすいからでしょう。ただ、個人的にはそれでも、まだまだ宇宙は広すぎて、いまいち理解しづらいのではないかなと思ってます。それを解決してくれるのが、もしも地球が原子サイズだったら、宇宙はどれぐらいの広さであるのかというものです。ただ、まずはよく用いられている、もしも地球が 1mm であったら、このパターンをご紹介したいと思います。2つのパターンで見た方が、より宇宙の大きさを体感できると思いますので、さて、1mm がどれくらいの大きさなのかと言いますと、ぴったり 1mm は難しいですが、それに近いものは身近にもたくさんあります。一般的なコピー用紙10枚の厚さ、クレジットカードの厚さ、太めのボールペンのペン先。これらはすべてだいたい 1mm です。また、計測するのにかなりの技能を要しますが、砂糖や塩の結晶も 1mm 程度だそうです。次に、地球の大きさについてです。これについても触れておかないと、どれくらいのものを 1mm にしたのかが、いまいちイメージできないと思いますので、触れておきたいと思います。地球は直径にするとだいたい 12,000km あります。数字にすると意外と小さいですよね。これがどれくらいの距離なのかと言いますと、例えば東京から北海道までを車で移動するとしましょう。この距離はだいたい 1281km です。なので、車で北海道旅行を5回行えば、だいたい地球の直径分を走ったことになってしまいます。地球は意外とそれくらいの直径しかないんですね。飛行機の場合ですと、だいたい直線距離を移動しますので、6往復をすると地球の直径分を移動したことになります。これを考慮すると、平均的な日本人であれば、生涯を通して地球の直径分くらいは移動していたということになりそうです。ただ、地球は丸です。なので、円周も考慮しないと地球の大きさの全貌は見えてこないと思います。地球の円周はだいたい4万 km あります。4万 km を大きいと取るか小さいと取るかは人それぞれですが、4万 km は飛行機で移動する場合、トランジット込みですと33時間程度はかかるくらいの距離です。これは日本からブラジルまでを飛行機で移動する場合ですね。ただ、2017年にイギリス人サイクリストのマーク・ボーモントさんが79日間で世界を一周し、ギネス記録を塗り替えたそうです。彼は毎日386キロ走ったというのですから、驚きでしかありません。なので、人間は本気を出せば3ヶ月かからないくらいで一周できてしまう大きさとも言えます。まあ一方で、大人になると、たかだか5キロ程度移動するだけでもヘトヘトになることを考えると、4万 km もある地球は凄まじく広いとも言い換えることができます。さて、1mm がどの程度の大きさであり、地球がどの程度の広さを持った惑星であるのかが分かったところで、本題である地球を 1mm にしたときに宇宙がどれくらいの大きさなのかを見ていきましょうか。まず、一番近い天体である月までの距離はだいたい38万 km あります。ですが、この縮尺ではだいたい3センチ程度の距離になります。同様に太陽は1億5000万 km ありますが、平均12メートルになります。これが平均である理由は、地球が太陽を楕円形に公転しているからです。それ以外の惑星はこんな感じになります。水星までは 7.58 メートル、金星までは 18.75 メートル、火星までは 14.16 メートル、木星までは64メートル、土星までは116メートル、天王星までは190メートル、そして太陽系の最も端にある海王星までは375メートルになってしまいます。実際の距離に直すと45億 km です。もうお気づきの方もいるかもしれませんが、
太陽系の段階でもうすでに300メートルを突破しています。では、大きく飛んで太陽系が所属している銀河系である天の川銀河について見ていきましょう。天の川銀河の直径はざっくり10万光年あります。1光年は光の速さで移動したとしても1年は要する距離のことです。キロメートルに直すと約9兆5000億キロメートルです。諸説ありますが、太陽の重力に及ぶ影響範囲と同じくらいの大きさです。太陽がすごすぎることは置いておいて、もはや想像もできませんが、もしも旅行がてら飛行機で旅をしようとした場合、飛行機はだいたい時速 900km で飛行できるので、ノンストップで移動したとしても、だいたい120万年はかかる距離です。人類の祖先であるホモ・エレクトスが初めて火を使用した120万年くらいに出発していたら、ようやく最近到着するくらいの時間です。120万年と言われても、誰も想像はできませんけどね。ただ、これはあくまで1光年の話です。天の川銀河はこれの10万倍大きいです。もしも天の川銀河横断旅行に飛行機を用いて移動しようとした場合、1光年が120万年かかるので、その10万倍である1200億年はかかってしまいます。宇宙が誕生したのが138億年前なので、宇宙開闢の瞬間からスタートしたとしても、まだ10分の1程度しか進んでいないことになってしまいます。これが宇宙スケールの大きさです。では、そんな天の川銀河は地球が 1mm ならどれくらいの大きさになるのか。答えは7917万 km です。これを聞いてピンとくる大きさではないですが、いかに巨大であるのかは理解できると思います。ただ面白いのは、これが一つの銀河の話でしかないということです。2016年、ノッティンガム大学の研究によると、理論上、この宇宙には2兆個以上の銀河があることが計算で出ています。もちろん、すべての銀河の直径が10万光年あるわけではありません。10万光年よりも小さいものもありますし、10万光年よりも大きいものもあります。現在、理論上観測することができる宇宙の大きさは直径にしてだいたい930億光年あると言われています。これは宇宙の膨張率や宇宙マイクロ波背景放射など様々な観測データを用いて計算した理論上の数値です。では、もしも地球が 1mm であった場合、この観測可能な宇宙の大きさはどれくらいの大きさになるのでしょうか。答えは73兆 km。光年に直すと 7.75 光年になります。これらの過程はすべて地球という惑星を120億分の1にした過程です。なので実際の大きさはそれぞれの数値の120億倍です。もはや大きいという言葉が霞んでしまうほどの大きさなのではないかなと個人的には思います。皆さんはどう思いますかね。ただこれはあくまでも理論上観測可能な宇宙での大きさです。私たちが住んでいる宇宙は現在進行形で膨張を続けています。そしてこの膨張速度は観測地点から遠くに行けば遠くに行くほど加速をしています。そしてその膨張速度は高速を超えてしまっている範囲があるのです。私たちが物を観測できるのは光を認識しているからであるため、もしも宇宙空間が膨張するスピードが高速を超えてしまった場合、光は絶対に私たちの元には届かなくなるので観測できなくなってしまうのです。その範囲が先に説明した観測可能限界である直径930億光年、半径に直すとだいたい460億光年先なのです。これを考慮すると本来の宇宙はまだまだ広がっているということになります。実際にどれくらい広いのかは正直誰にも分かってはいませんが、インフレーション理論によると観測可能な宇宙の10の78乗倍は広いとも言われています。もはやゼロがありすぎて地球が 1mm である場合の計算はしませんが、いかに宇宙が広いのかはなんとなく分かったのではないかなと思います。ここまでの話を聞いて分かった方もいるかと思いますが、こういう背景もあるので、個人的には 1mm 程度の縮尺感では宇宙がどれくらい大きいのかはいまいちピンとこない気がしてしまいます。1光年の長さなんて全くイメージつかないですからね。そこで最近思いついたのが、原子サイズまで地球を小さくさせたらさすがにピンときやすいんじゃないかということです。では
最も一般的に溢れている水素原子で考えてみたいと思います。原子はこの世界を構成する比較的最も小さい物質です。ただ、現代では原子よりもはるかに小さい素粒子が発見されているので、原子もまだまだ大きいと言えそうです。素粒子がどれくらい小さいのかと言いますと、水素原子よりも5000万分の1くらいの大きさです。これはこれで小さすぎるので、もはや誰にも想像できなさそうですけどね。そんな原子の大きさはだいたい 0.1 ナノメートルあります。原子は髪の毛の先端に100万個ほど並べられる大きさです。身近に存在する小さい存在といえば細菌ではないでしょうか。原子は細菌のだいたい1万分の1の大きさです。こう聞くと意外と原子も大したことがないと感じるのは私だけでしょうか。さらに小さい存在であるウイルスで考えてみたとしましょう。当たり前ですが、原子はそれよりもずっと小さいです。だいたいウイルスの200分の1程度の大きさです。さらに小さい DNA ではどうでしょうか。この場合もだいたい DNA の20分の1程度の大きさになります。意外と小さいんですよね、DNA って。私もこれを調べていて初めて知りました。ここまでの話でだいたい原子のサイズ感がつかめたと思いますので、もしも地球が原子と同じサイズ感であった場合、宇宙はどれくらいの大きさになるのかを見ていきたいと思います。太陽系の範囲内であれば、全くイメージもつかない大きさになりますので、一気に飛んで銀河系まで話を進めたいと思います。皆さんはこの場合、どれくらいの大きさになると思いますか？答えは、計算上、だいたい 79.1km あることになります。数字だけ見ると非常に小さいですが、79.1km もあるって結構やばくないでしょうか？原子サイズにしたとしても、これだけ銀河系って大きいんだなぁと改めて思いました。続いて、お待ちかねの観測可能な全宇宙の大きさについて見ていきたいと思います。もったいぶってもしょうがないので、いきなり結論からお伝えしますが、この場合、計算上、769万 km 程度になるみたいです。ようやく現実的にイメージしやすい数字になったのではないでしょうか。ただ、原子は地球の約 10K 分の1です。K は兆の次の単位なので、1兆の10万倍はあります。なので、逆説的に言うと、宇宙の縮尺を 10K 分の1にしないと、全く想像できない距離感が宇宙と言えるのです。もちろん、769万 km というのは、〇〇光年という天文学的な単位よりかはまだマシってだけで、地球約192周分、車で8年9ヶ月、飛行機でほぼ1年かかる距離ではあります。なのでめちゃめちゃ遠いです。一応将来的に月旅行が身近な旅行先になるということなので、もしそうなったら約20回程度行けば走破できる距離ではあります。いかがでしたでしょうか？少しは宇宙がどれだけ広いのかを体感できたと思います。もちろん私自身 100% 理解はできていませんが、地球が原子サイズになったとしても宇宙が天文学的な広さを持っているということは、この計算結果を見て体感することができました。皆さんも少しは体感していただけたのでしたら幸いです。それではご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。